皆さんこんにちは、ランタイムです。こちらはね、セカンドチャンネルの方で一生懸命組み立てた7枚の計でエアコンがついたりとかね、いろいろしてから夏仕様になったんで、今年の夏はね、この車両で旅に出たいなというふうに思うんですけども、実際ね、走行したり車中泊したりしたらどんな感じなのかっていうのがちょっとまだ分かってないんで、その前にね、実験的なね、車中泊旅をちょっとしてみたいなというふうに思います。よいしょ。で、車両はね、現在こんな感じで、エアコンがね、あの位置にあるんで、重たいんで、電源はね、こんな感じで今、車の中心の足元付近に置きました。これでね、走行中の安定性は相当いいんじゃないかというふうに思います。ちなみに冷蔵庫も積んであります。で、調理器具とかね、道具類も積んであるんで、もうね、今からすぐに出発できるんですけども、今回ね、実験しに行こうと思うのが、実はね、千葉県の方でイベントが開催されるんですけども、そちらの方に呼ばれてるんですよね。で、どんな交通手段でもね、構いませんよというふうに呼ばれてるんで、今回はね、このね、夏仕様に改造した7万円の軽で、千葉県の方に行ってね、そちらで車中泊の実験の方をね、してみたいなというふうに思います。はい。ちなみにね、行く方法なんですけども、下道で全部行ったら相当辛いんで、今回はね、まずは徳島県まで行ってから、徳島県からフェリーに乗って東京の方に行って、そこからね、千葉県の方に移動してみたいというふうに思います。はい。ですね、1泊目はフェリーっていうね、車中泊関係なくなってしまうんですけども、まあ、そこまでのね、移動中にその荷物が暴れないかとか、異音が出ないかとか、そういった分もね、分かるんで、ちょっとね、頑張って行ってみたいと思います。はい。ちなみにね、フェリー乗り場までは家から2時間ぐらいかかるんですけども、現在時刻がね、7時20分ぐらいでから、まあ、のんびり行ってもね、全然フェリーの時間には間に合うんで、安全運転でね、まずは徳島県のフェリー乗り場の方に移動してみたいと思います。ということでね、長旅になりますけども、頑張りましょう。出発です。はい、ということでね、高速道路に無事乗ることができました。で、ここまでね、山道走行してきたんですけども、さすがにね、バッテリーとかエアコンが車の真ん中位置にあるんで、すごいね、安定してから走りやすかったです。ただね、車がやっぱし重たいですね。天井にね、20キロのパネルが積んであって、エアコンが24キロで、バッテリーがね、全部合計でから多分30キロ以上あるんで、75キロ以上積んでることになってるんですよね。で、今までよりも45キロほど重量が増えてる計算になるんで、これはね、さすがにちょっと運転が重いです。はい、瀬戸中央道にね、乗り換えます。はい、でね、実はね、僕出発しますって言ってから、あれからね、部屋に戻ってからシャワー浴びたりとかね、準備してから出たんですよね。そしたらね、ちょっと時間かかりすぎちゃってから、到着予定時刻がね、結構ギリギリな時間になっちゃったんですよね。で、フェリーが出る前までにはもちろんつけるんですけども、受付したりとか車をフェリーに乗せたりしないといけないんで、やっぱしね、ある程度時間の余裕は見とかないといけないんですけども、個人的にはね、食料品なんかも買って入っときたいんで、大丈夫かな。とりあえずね、安全運転で頑張ってね、行ってみたいと思います。はい、四国にね、上陸です。で、徳島まではもうずっとね、高速道路一直線で行くんですけども、あとね、1時間8分ぐらいかかるそうです。徳島こっちです。はい、ということでね、順調に走ってるんですけども、何分ぐらいに着くかなと思って見てみたら、どうやら10時40分ぐらいに着くらしいんですよね。で、フェリーのね、出発が11時20分なんで、何でしょう、もうかなりね、ギリギリな時間ではあるんで、もう仕方がないんで、買い物とかはね、せずに、一直線にね、フェリー乗り場の方に行きたいと思います。はーい。残念です。はい、高速道路降りま
ました。料金はね2690円だったんですけども、瀬戸大橋の料金が1300円か400円ぐらいいたんで、全部でね4000円ぐらいで来れました。で到着時刻がね10時45分とかなっててから、出発のね35分前なんで、ちょっとねギリギリですね。本当にやばいです。ちょっとねコンビニにあったんでね、ちょっとだけ寄らせてもらいましょう。もうすぐです。パッと行ってパッと帰ってきます。よいしょ、行ってきます。はい、食べ物買ってきたんでもう出発します。これ多分こうですね。はい、このフェリーですね。大きいな。よし、じゃあねチケット購入していきましょう。よし、チケットをね購入していきます。これですね。はい、予約番号があるんで、これを入れたら発見されるそうです。僕もね予約してあるんで34,320円。たくさん出てきた、領収書とチケットと車にね貼り出すもらいました。 OK、 よっしゃ。これをねフロントガラスに乗っけます。取り組み手上げてるところバックでやってもらえますか。はい、はい、エレベーター5階お願いします。はい、5階でございます。上へ参ります。貸し出しのアルコールスペースとはい、13の数です。はい、今回3000円追加してね個室をお願いしたんで、個室をね行かせてもらいましょう。貸し切りのお部屋です。すごい。この部屋はね個室なんですけども、3名までは一緒に1つの部屋でいることが可能で、1人3000円なんですけども、他のお客さんと相部屋になることがないお部屋です。プライベートルームですね。おー、すごい。で、装備見てみようと思うんですけども、2段ベッドがありますね。ベッドはねこうやって広げるタイプのやつですね。十分なね広さが出ます。で、専用のテレビがついてるんですね。大きいです。26インチぐらいあります。あとコンセントも取り放題ですね、ここで。で、窓があるんですけども、これもう専用の外見える用窓ですね。で、こっち側にはね冷蔵庫までついてるんで、飲み物はね入ってないんですけども、自分でね買ったものをここで冷やしてても大丈夫になってます。で、座布団がついてて、姿見があって、布団類ですね。あとゴミ箱が2個あります。いい部屋ですね。で、バッチリなんですけども、ちょっとね今日はねなんか風が強くて船がねだいぶ揺れそうな気がするんで、酔う前にね酔い止めをちょっと買いに行きます。船がね動き出す前までしかね確か酔い止めを売ってるお店は開いてなかったはずなんで、はい、ありがとうございます。転ばぬ先の杖です。展望デッキこっちかな。おー、出港です。向こうにね展望デッキがあるんで行きましょう。今日はね風がすごい強いですね。前回ね僕オーシャン東急フェリーさんでね千葉県に行った際に船がねめちゃくちゃ揺れてからすごい船酔いしたんで、今回はねそういったことがないようにね願いたいなと思います。はい、ということで、ちょっと帰ってきたんでゆっくりしようと思うんですけども、一応ね酔い止めはもう飲みました。で、結構ね揺れてるんで、この状況下でね PC 作業したら多分酔うと思うんで、 PC はもう諦めてからパンとかね買ってきてるんで、これいただきましょう。で、お部屋ね冷蔵庫付きなんで、ちょっとね買ってきてるものを冷やさせてもらっておきます。よいしょ。本麒麟ですね。あとゼロです。はい。で、ご飯にしようと思うんですけども、
この辺買ってきてるんで、電子レンジがあるんでね、ちょっとチンさせてもらいましょう。なんか持ち込み OK だったらしいんで、よし、軽くね、チンさせてもらってきます。今日はね、なんか乗った感じなんですけども、前回お客さんめちゃくちゃいたと思うんですけども、今日はね、かなり少ないです、体感的に。はい、コンビニ弁当、持ち込み弁当しようかです。よし。で、あとね、こちらの自販機結構すごくてから、ビールがあってアイスがあって、あとねカップヌードルの自販機にこっちはねご飯とか温めて食べれるやつとかで、ここはねパンとかおつまみ系のものもあります。でこっちはね冷凍食品でから、うどんにおにぎりにそばにロックアイスにカップアイスに冷凍みかんで、隣はハンバーグとかシューマイとかホルモン美味しそう、肉まんとかおつまみ類ですね。でこっちも冷凍食品でドリア、ガパオライス、カレーとかビビンバ、タコライス、ジャージャー麺とかいろいろあります。で自販機があって、こっちはね乾き物のおつまみですね。であと金麦とかいろんなビールがあるんですけども、ここの自販機にはね本麒麟とコーラのゼロがないんでね、僕はその2つだけね準備して持ってきました。はい、よし、じゃあね部屋に戻ってゆっくりしましょう。よしよし、じゃあね海眺めながらファミチキいただきましょう。よし、いただきます。じゃあね、ちょっとご飯食べゆっくりさせてもらいたいと思います。今1時半ぐらいなんですけども、部屋ね寒かったんでエアコン切りました。で掛け布団があるんでね、掛け布団かけてからちょっと休みたいと思います。揺れがひどい。おはようございます。今ね4時50分です。3時間ぐらいね寝てました。でね、揺れはねだいぶ収まってはいるんですけども、僕はねやっぱりちょっと船に弱い方なんで、この状態でね PC 作業したら必ず酔うと思うんで、やっぱりね PC はやめとこうと思うんですけども、もうねいい時間になったのでちょっとお風呂にね入りたいと思います。よし、ということでね行きましょう。はい、お風呂気持ちよかったです。海を見ながらね絶景だったんですけども、大きい湯船が2つあって海を眺めながらねゆっくり浸かることができました。よし、はい。で今の時間はねもう5時43分でからいい時間になったんで、そろそろね晩ご飯にしたいと思います。特に何もしないからねお腹は空いてないんですけども、持ってきてたお酒が飲みたいんでね。よし、あんましお腹空いてないんでねホルモンにしましょう。これでね温めるみたいですね。で待ってる間にねちょっと考えたんですけども、お酒もいただきましょう。ストロングゼロで、これだけじゃねちょっと強いんで、カップ氷があるんで、ね、氷もいただきましょう。これでねサワーにしていただきます。はい、いいのがね手に入りました。船内戻ってねゆっくりいただきましょう。よし、ゴーストの夕食ができたんでねいただきましょう。いただきます。
うん、美味しい。すごいや、なんだろう、新鮮なホルモンという感じですね。美味しいです。うん、ストロングゼロのね、パイン味。美味しい。本麒麟はね、いつでも飲めるんですけども、こういった格好でね、水割りっていうのかなで飲めるのはね、今回しかないんで、これにさせてもらいました。美味しいです。明日もね、なんか氷買ってった方がいいですね。冷蔵庫あるし。そうしよう。でね、こんな時間から始めてますけども、明日ね、朝着くのが朝の5時半とかでからね、めちゃくちゃ早いんで、逆にね、もう8時ぐらいには飲み終わったかないとね、ダメなんで、今晩はね、もう早めに宴会を終わらせてから休みたいと思います。はい。ちなみにね、今6時ちょうどぐらいです。ということでね、あとはちょっとゆっくりのんびりテレビ飲みながらね、いただきたいと思います。辛いイカをね、買ってきたんで、ビールでね、いただきたいと思います。よし、あとはね、タブレットの方にダウンロードした映画をね、見ながらゆっくりしたいと思います。おもむろにシャツのボタンを外す。そしてズボンのベルトを外し。はい、ゆっくり食べて完食です。ごちそうさまでした。で、現在時刻はね、8時34分なんですけども、明日はね、朝5時30分に東京湾に着くんですよね。ですんで、あと9時間後にはね、東京に着くんですけども、夜はね、まだ早いんですけども、もうね、しっかり飲んだので、ゆっくりね、休みたいと思います。はい。ということでね、9時前なんですけども、もうね、眠たいんで、ゆっくりね、休みたいと思います。ちなみにね、海はね、すごい穏やかでいいから、船はね、全然揺れてません。ということでね、おやすみなさい。おはようございます。現在時刻はね、4時半です。5時半か下船なんでね、早めに起きました。日の出ですね。すごい。ちょうどのタイミングでした。よし、ちょっとね、朝日を拝みに行きましょう。気持ちいい。バームクーヘンにね、目をつけたんで、バームクーヘン買います。あとね、UCC があるんで、せっかくなんで UCC いただきましょう。よし。美味しい。ごちそうさまでした。なんかそろそろ着くみたいなんでね、もう下船準備しましょう。何も準備できてないよ。はい、片付け完了です。OK、到着ですね。じゃあね、下船しましょう。はい、東京にね、上陸です。今のね、時刻は5時40分ぐらいです。早朝にね、到着しました。もうね、昨晩はね、すごいゆっくり眠れてから快適でした。やっぱりね、個室はいいですね。で、無事ね、到着したんですけども、今ね、まだ朝早すぎてから、目的地の方はね、空いてないんで、ちょっとね、千葉県の観光の方をね、しに行きたいと思います。前回ね、南房総市の方に行かせていただいたと思うんですけども、あの時はね、もうバタバタしながら行ったんで、なんかね、2時間かからず行けるみたいだから、8時にはね、現地に着けるみたいなんで、もうね、ちょっとゆっくりのんびり行ってみたいと思います。はーい。アクアブリッジかな？レインボーブリッジかな？よくわかんないけども、橋の上はね、すごい渋滞してるみたいなんですけども、こっちをね、通って行ってみたいと思います。はい。じゃあね、行きましょう。
はい、早朝の大東京をね、斜めの軽が優雅に走ってます。これでね、千葉県に上陸しました。何年ぶりだろう前回はね、すごく大きい台風が千葉県をね、襲う時に、支援物資を持ってね、来させてもらったんですけども、この辺りはね、特に、被害はなかったんですよね。だけども、南房総市の方なんかはもうすごい屋根がね、飛んでるような状況ではあって、僕もちょっとね、相当本当に見返ってから、来させていただきました。はい。で、今日はね、ちょっとなんか風も強いんで、もうね、ゆっくり走ってます。時速80キロぐらいです。この子もね、お年寄りなんで、安全運転でね、ゆっくり行きたいと思います。料金は110円でした。はい。ということでね、今、順調に千葉県を南下してるんですけども、風がね、今日本当に強いですね。さっきからね、車がガッサガッサ揺られてから結構怖いです。で、現在時刻はね、朝の7時半です。で、あれなんかおかしいな、渋滞しないなというふうに思ってましたら、今日よく考えたら土曜日でしたね。はい。だから月曜日から金曜日はね、大渋滞すると思うんですけども、今日は空いてる日でした。はい。ということでね、南房総市に到着ですね。3年かな4年かな、ごめんなさい、ちょっとね、正確な年数覚えてないんですけども、すごくね、久しぶりに来ました。でもね、本当にもうかなり復興されてますね。よかったです。はい。ということでね、だいぶもう南下してきました。で、前回来させてもらった時にはね、目的を達成してから、それからね、車中泊場所を探したんですけども、実はね、一気に外が暗くなってから、もう何が何やら分からない状態になっちゃったから、で、なんとかね、たどり着いた場所で車中泊させてもらって、あとね、動画もすぐ出さないといけなかったから、そこでね、編集とかもさせてもらったんですよね。で、それがね、どこかなと思って探してみたら、大体ね、なんとなく思い出したんで、今からね、ちょっとそっちの方に向かって行ってみたいと思います。はい、こちらですね。ここの辺です。よし。はい、こちらですね。この駐車場です。ここです、ここです。ここをね、お借りさせていただきました。前回はね、この辺りに止めさせてもらってから、車の中でね、PC 作業しました。で、人生初ノマドだったんですけども、ノマドってね、もっとスマートなもんと思ったら、風がめちゃくちゃ吹いてから、砂ぼこりがね、車の中に入ってきてから、もう、ジャリジャリのね、状態で PC 作業した覚えがあります。はい。よし、ということでね、目的も達成できたんで、今からね、本当の目的地の方に移動しようと思うんですけれども、現地ではね、飲み物とかがないらしいんで、飲み物と、あと軽い食べ物ぐらいかなは用意してもらわないといけないと思うんで、スーパーにね、行きましょう。前回もね、寄らせていただいた、小戸屋立山海岸店さんの方にね、行きたいと思います。はい。ちなみにね、今日は本当にものすごい風です。はい。ということでね、小戸屋さん到着です。ちょっとね、食べ物とか飲み物とか、必要なものをね、買い込んでいきたいと思います。よいしょ。よし、行ってきます。はい、しっかり買ってきました。それでね、一応準備 OK ですね。で、ちょっとね、車に詰め替えようと思うんですけども、このレイアウト、ちょっと厳しいですね。よいしょ。ちょっとね、こちらに置いてから詰め替えましょう。OK、詰め替え完了です。よし。でね、この冷蔵庫も今ね、ここにあるデルタプロと接続したんで、冷やし始めたんでね、この状態で、目的地の方を向かいたいと思います。ということでね、行きましょう。よし、行きましょう。
はい、ということでね、あれから1時間ぐらいかけて北上してきました。で、行こうとしている場所はね、実はキャンプ場なんですけども、そちらの方でね、ちょっと今回実はとある製品の発表会があるんですけども、現段階ではね、ちょっと言っちゃダメっていう風に言われてるんで、どんなものがね発表されるのかちょっと内緒ではあるんですけども、次回の動画でね、なんで千葉に来たのか、あと何が発表されるのかっていうのをね、はっきりさせていただきたいと思いますんで、皆様よかったらね、次回の動画も見てやってください。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。